皆さんこんにちは。なんか明確な原因はわかんないけど、最近の若者ってどんどん大人っぽくなってきません？雰囲気とかもそうかもしれないけど、見た目的にも10代の子でも私服とか着てたらもう何歳かわかんないからね。SNS でね、トレンドを入手できるようになったっていうのはあるけど、もしかしてそのトレンドを入手しているそのツールによって皆さんはね、知らぬうちに体がどんどん変形していってるかもしれないです。現代人が昔の人と大きく違うのが技術の進歩、そして何よりも大切なひとときも肌身離さず所有しているのがスマホのブルーライトによって目が悪くなることはもうみんな知ってると思うけど、なんとこのブルーライトによってね、老化することをみんな知ってました？女性陣ショック受けてこの動画閉じないでくださいな僕のチャンネル9割男でした。なんとブルーライトは目に見える光の中でも最も強い光だそうで、光って波長があるじゃん。その波長が短いほどエネルギーが強くなるんだけど、ほぼ紫外線と隣り合わせですよね。この紫外線となると肌のシワとかシミだけじゃなくてね、目にも悪いじゃないですか。ブルーライトもすぐそこにいるので、肌のたるみ、シワ、日焼け、老けさせる要素がたっぷりなんです。江戸時代の人たちがブルーライト0に対して僕たちは100じゃないですか。そう考えるとその違いが出てきても当たり前っちゃ当たり前だよね。そう、僕たちの体は環境によって日々変化しているんです。そして今回ね、専門家が3000年の人類の姿をね映し出したんですけど、それがグロテスクで話題になったんです。それがこちら。これ何が一番ゾッとしたって、自分にそっくりだったこと。10年前の直樹マンだけど、ある意味時代の先取りしてるんじゃね？軽く説明すると、人類3000年のこのミンディはスマホとか技術の進歩によってどんどん体が変えられてしまったんです。パソコンを見たりスマホを見たりと首を調整することは負担がかかって背骨のバランスが崩れます。長時間の座りは腰が前に引き出される。スマホは長時間使用することで解剖学的に分かったのが、スマホを握り続けているから指が常に丸められた状態になる。スマホから発せられる電磁波が脳に影響を与えると WHO が公表しているように、その電磁波を守るために頭蓋骨が発達して頭がでかくなる。しかし脳は小さくなる。いいことねえじゃねえかこれ。90万年前に比べて人類の脳はどんどん小さくなっているそうなんです。 AI が登場したことで考える必要がなくなったから。そして最後に過剰な光から目を守るため、より丈夫な内まぶたに発達するっていう感じで、どんどん怪物みたいな姿にね変わり果てていくんですけど、いや人類の未来といえばこれでしょ。よくわかんないけど、テクノロジーの進歩によってね体が変わっていってるのは間違いないと思うけど、どんどんそのテクノロジーが加速してね、僕たちが一生スマホを握り続けるわけじゃないですよね。一生パソコンを見続けるわけじゃないですよね。脳にチップを入れてる時代ですよ。なのでそれもどんどん変わっていって、おそらくこのミンディみたいなじゃなくて、もう光の存在みたいな、データの存在になっていくんでしょうね。この前面白い都市伝説聞いたんですよ。都内に住んでる人なら一度は感じたことあるんだろうけど、地下鉄利用するときに異常に深いところまでエスカレーターで降りる路線一つありますよね。そう、大江戸線。この大江戸線にまつわる都市伝説なんですけど、大江戸線はこのような形をしています。左上の方からちょろちょろっと伸びてきて、右下の方で円を描いている形をしていますよね。何かを囲むようにこのくるっとね円を描きながら、飛び出た箇所はどこに導かれているのか。何人かはねおそらく静止の形に見えたのかもしれないけど、すいません、今回は真面目な回です。下ネタではない。ヒントを出すと、くるっと何かを囲んでいるように見えるのは東京都心はもちろん、そのもっと中心に位置しているのはガーンとこのシンボリックにありますよね。はい、皇居を囲んでいるということは守っているように見える。ではね、このちょろちょろっとした先には何があるのか。ここには練馬駐屯地があるんです。ってことはね、一応もう一個ヒント出します。都営地下鉄大江戸線の沿線は高台に位置しているため、自然災害に強い地域なんです。そう、なんと大江戸線は天皇をお守りするためのルートになっているというんです。有事の際、練馬駐屯地から戦車が出撃して大江戸線の地下鉄をバーンってね戦車が通っていって、各駅から地上に現れて皇居を囲みお守りする。そこで天皇をお連れ出し、西の方に避難すると。驚きだよね。戦車で囲むんですよ。ガーって見たことあるでしょ。クレヨンしんちゃん爆発温泉ワクワク大決戦を連想させちゃうよね。 BGM は間違いなくゴジラ。さらに大江戸線沿いが爆破することで皇居を囲んだ堀ができるというんです。まさにかつて江戸城にあった外堀のように、堀はね水路を外周に作ることで敵が攻めにくくさせる、かつて存在していた手法ですけど、現代はね上からミサイルやら飛行機が飛んでくる時代だからね、もうこれが果たして意味があるのかどうかわかんないけど、面白い都市伝説ですよね。ただ事実としては、ミサイルとかが飛んできても耐えられるような
地盤と備蓄が大江戸線地下にはされているということなので、実際に麻布十番に地下シェルターを設備とね、2024年1月の報道でもあります。これはもうなんかあったらね、みんな大江戸線集結しそうですよね。台湾有事とか最近また物騒になってきてますしね。皆さん、あの世に行ってしまった大切な人たちともう一度ね、話すことができたらしたいですか？大切な家族、友人、彼女、いろいろね、いますけど大切な存在は、僕もね、半年前ぐらいにね、その猫ちゃん、ルルちゃんがね、亡くなっちゃって、今でもね、3日に一遍ぐらいはね、思い出すんですけど、もう一度鳴き声とかをね、聞けたらどれだけ幸せかって思っちゃいますよね。100年前の天才たちも同じようなことを考えていたんです。しかもそれに成功していた。ニコラ・テスラがそんな怪しい実験に取り掛かっているという話を聞いたエジソンは見逃せなかったんです。しかもエジソンはある意味そういった世界を信じていました。人間の魂もエネルギーの一つ、宇宙のエネルギーの一部であると。エネルギーはね、生成も破壊もできない、ただ形を変化するだけ。死んだ人もその人の情報がそこら辺に漂っているんじゃないかと。どうにかその情報にアクセスすることができないのか。死後の世界に興味を持ったエジソンは1920年のある夜、科学者と霊能力者を集めてある実験を行いました。彼の発明した霊界更新機なるもので、あの世の存在と更新することができるのか。映写機のような装置は細い光を照射して、そこで何を捉えたかメーターが反応するような装置になっています。実験は開始され、霊能力者たちは異次元の存在と交信し始めました。もう幽霊さんそこにいますよと霊能力者たちは何かを感じ取っていたそうなんですけど、残念なことにエジソンの霊界更新機はね、反応を示すことはなかったんで、そのまま彼はね、亡くなってしまいました。そして彼が亡くなってからこの霊界更新機の資料などはね、破壊されてしまったそうなんですね。公開されることなく。ただね、彼がね、いろんなインタビューでそういったものを発明していたのは答えていたので、間違いなくこのような出来事は事実としてあるんです。しかしなんとライバルのニコラ・テスラはその霊界更新機の装置に成功していたというんです。実際に彼の日記に、最初の観察では超自然的とまでは言わないまでも何か神秘的なものを感じたので、私は本当に怖くなった。ではね、その彼がちょっと触れ上がってしまったあの世の声かもしれないものを皆さんにも聞いてもらいます。ちょっと注意しておきます。はい、怖いです。ちょっとこれね、夜中一人でトイレに行けなくなるような音ですよね。幽霊さんついてきてください。テスラのこの霊界更新機の作り方は公開されてて、いろんな人が試しているんですけど、実際は低周波の音を拾っているだけなんだという話もあります。テスラもさすがにこの音が宇宙人とかあの世のね、ものの存在ではないとは思うけど、今現在僕の力ではわからないとね、実際に日記に記されていたんです。真相わからないけど、天才たちが本気にね、こういったことに取り組んでいたのはなかなか興味深い話ですよね。本当にこれがなんていうか、その時代を切り開く科学者たちなんじゃないでしょうか。聞いてます？今の研究者たち。そして本日最後の話ですけど、基本的に予言って外れるじゃないですか。ノストラダムスの予言とかさ。なので2025年7月、これに関してね、今のうちにちょっとね、エクスキューズ、言い訳じゃないけど、世界的に話題になるような予言ってもしかしてね、外れるようにできているんじゃないかと。皆さんの意識がそこに介入しているんじゃないかっていう話になります。これが結構興味深いんです。全世界が衝撃に陥った事件といえば911同時多発テロ。もちろん人類史上最もな大惨事ではないかもしれないけど、テレビ中継でリアルタイムで全世界に飛行機がビルに突っ込む様子が放送されたという意味では、瞬間的なショック度は過去最高レベルだったのかもしれないんです。ショッキングすぎて人類の意識が測定できちゃったかもしれない。はい、みんなの意識がね、一人一人の意識がこの世界を作り上げてるっていうじゃないですか。今日はね、その辺をね、ちょっと詳しく具体的に説明していきたいと思います。皆さん今日から一人一人責任を持って自分の意識にね、より注目していくかもしれないです。1976年にコイントスをして裏になれと念じたら、裏になる確率は高くなるのかっていう意識の力をね、調査する実験がプリンストン大学のロバート・ジャン教授を筆頭に始まりました。ただコイントスをね、これ無限にやるのって結構時間かかるじゃん。
表裏表ってめんどくさいから、1秒間に200回0と1をランダムに生成してくれる乱数発生器を作ったんです。みんなが使う場面で言うとワンタイムパスワードとかがおそらくそうですね。普通に考えたら0と1だから確率は 50% じゃないですか。五分五分。ただこの乱数発生器は量子トンネルの原理を採用しているんです。この量子トンネルは通常壁にぶち当たるところ、粒子は特別な性質なので壁を通り抜けることがあるっていう原理をね利用して、通り抜けるものと壁にぶち当たるものでちょうど 50% の確率を作り出しているそうなんです。もちろんこの装置はね、その電磁波のね外的要因とか、その温度が上がったり下がったりしても影響を受けないようなね装置なんですね。ただそんな装置なんですけど、不思議なことに裏裏裏表表表と願ったら結果にわずかな差が生じたんです。ちょっと怪獣っぽかったね今。あれ、この実験もしかしてすごいんじゃねって気づいて、世界を巻き込んだ実験、地球意識計画が始動しました。この怪しさと中二病の間的な絶妙なねネーミングセンスなんですけど、このプロジェクトは乱数発生器を世界各地に配置し、世界的な出来事が起こるとき人間の意識感情が揺さぶられ、乱数発生器が何らかの反応を示すかの実験。こんな感じで世界的な出来事のデータを入手していたんですけど、冒頭の911の話に戻ります。911が起きた時、なんとその乱数発生器に異常が生じていたんです。その時のデータがこちら。見ての通り11日からとんでもなくデータが乱れているのが分かりますよね。この乱れは徐々に上がって2日後にまた正常に戻ったと言います。これはランダムな時に起こる確率の200分の1。これだけでももちろんすごいデータなんですけど、皆さんここに注目してください。不思議なのは最初の飛行機がビルに突っ込む約3時間前の朝5時頃からデータが乱れ始めているんです。全く意味わかんないよね。911の日と平凡な日常15日間の平均の違いはこの通りです。明らかにこの日何かが乱れているのがわかる。事件が起きる瞬間にね、その人々の意識とか感情が揺さぶられて、何かしらの影響がねこの乱数発生器にね与えたっていうことなんでしょうか。このように過去15年間で500のね出来事を観測してデータに残しているんですね。こちらが東日本大震災のデータです。確率は 0.416。毎年ネバダで行われる約8万人が集まるお祭りバーニングマンのイベントでもピークに達した時、配置された6つの乱数発生器はこのように大きく乱れたそうです。この過去500のデータをね全部平均取ると3兆分の1の確率を叩き出しているそうなんです。果たして何が起きているのか、本当に人間の意識がこのね量子に何かしら影響を与えているのかが、この911に関しては事件の3時間前からみんなもう予測なのか監視取っているのか作り出しているのか、データが現れているからね、ここに関してある実験がヒントになるかもしれない。被験者に200枚の写真をパソコンがランダムに見せます。写真のジャンルは綺麗な自然の風景とグロテスクで怖い写真。画面に映るのは1秒だけで10秒間隔で見せていくんですけど、その間脳波や心拍数、呼吸、指の体温、チンコのもっこり度を測定するんですけど、すると興味深い結果が出たんです。風景の写真では体温が変わることはなかったものの、怖い写真の時には体温が 0.4 度下がっていたんです。この怖いものを見るとね、人間はね血管が収縮して体温がちょっと下がるんですけど、そのね写真が映し出された瞬間体温が下がると思うじゃないですか。そうじゃなかったんです。風景の写真の前後は体温の大きなね変化はなかったものの、怖い写真が写る4秒前から体温がなんと下がっていたんです。意味わかんないよね。全部ランダムに映し出されてんだよ、この怖い映像と風景。ただランダムなのにもかかわらず、怖いものが映る4秒前から体は何かを警戒して体温がそこから下がっていったんです。でもさ、ランダムだから次風景かもしれないじゃん。風景の時が実際映し出されたらその4秒前は何も変化はなかった。ただこれに関してはみんなも行っているのかもしれない。実際にそういったデータがちょっとあるんです。こちらは X 旧 Twitter のつぶやきを上に行けば行くほどポジティブな言葉、下に行けば行くほどネガティブな言葉という感じでね、こうやってグラフに表したんですね。で、世界的な出来事とネガティブな出来事をこのねちょいちょいといろんなところにね目印として配置したグラフなんですけど、もちろんねそのポジティブな言葉ではいいイベント、ポジティブなイベントが来るんですけど、それに関してはねもうポジティブなイベントって祝日が多いんですよ。
よ。母の日とかね、大晦日とかバレンタインとかクリスマスとか。なので事前にみんな分かってるじゃないですか。分かってるからもうその前からねポジティブな言葉でどんどんね投稿されていく。逆にネガティブなツイートに関しては事件とかね、もう予期せぬ出来事が多いんですよ。オサマ・ビンラディンの死とかラスベガス銃乱射、ウクライナ侵攻など突然起きてショッキングになってネガティブな言葉が突然現れるから、急に現れる話じゃないですか。来週クリスマスだ、どうしようかな、どっかに行こうかな、彼氏となんかしようかなってどんどんポジティブな言葉になっていくよ。一方ね、リア充爆破しろみたいな、もちろんネガティブなのもあるから日本のデータ見るとちょっと複雑かもしれないけど、まあ分かるでしょ言いたいことは。どんどんねそのポジティブなイベントに向けて分かっているから上がっていく。逆にネガティブなのは普通に生きて急に地震とか事件戦争が起きるからガーンみたいな感じでさ、急降下するじゃん。するはずじゃん。ただそれぞれを拡大してみるといかがでしょうか。楽しいイベントの時はもちろん来ること分かっている。こうやって上がっていくじゃん。ただ予期せぬ事件の時もなんと同じように事件の14日前からネガティブな投稿が徐々に増えていく傾向にあるんです。こちらはね全世界の言語で調べてみても同じ結果になる。予期せぬ事件が起きる前から皆さんは何かを察知して投稿をつぶやき、そういった意識の状態になっているのか、あるいは皆さんのその言葉を発していることによってそういった世界になっていっているのか。そして一度落ちた世界、そこからみんなでね希望を持とうということでまた上がって下がって上がっての繰り返し。わからないけどこのデータ理解できません。こうなると皆さん最初のテーマを思い出してほしいんですけど、予言は外れる。こういった世界的なみんなが認知したような予言は認知した瞬間もうそこでねある意味その未来に対するもう意識みたいなのが出来上がっちゃうわけじゃないですか。そこで起こるの起こらないのどうなのみたいな感じで皆さんの意識がもうこの方がいっぱい介入することによってその大きな予言は外れるんじゃないかというお話。ただもちろん辰木亮さんの2011年3月とかあれは当たっていたじゃないですか。的中してたじゃないですか。ただ皆さんね思い出してほしいんですけど、あの予言って今の2025年7月ほどみんなが認知してたかどうかというとそうではないですよね。おそらく一部の彼女のファンとか熱狂的な人たちは認知してたかもしれないけど、おそらくもう2025年7月って7000万人ぐらいは認知しているんじゃないかっていう出来事。そうなると話は変わってきてますよね。何人がどれぐらいの規模で認知しているのか、意識を動かしているのかによって確率的には高いかもしれないけど、いつ起きてもおかしくないっていうことをね頭に入れて、僕たちができることは日々ね一生懸命生きてそれに備えて、未来ある希望を作り出すことなんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。この事件結構興味深いですよね。ただ皆一人一人がその意識でこの世界を作り上げているかもしれないって思うだけで、自分のね日々の意識に責任を持って、よし私は世界を作ってんだ、力をみんな一人一人平等に与えられてるんだって気づけば面白い世の中になるかもしれない。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。